ぱり洗濯はいつも室内干し。そうだね、外はちょっと砂が飛んできたりするからやっぱりこの周りが自然とか畑が多くてって、逆に汚れちゃう。そうだね、車とかもすごい結構砂だらけにね、なっちゃったり、すごい晴れてる日とかなっちゃうから、できれば室内の方がいいかなって。室内でちゃんとやっぱり乾く。服は乾くかな。でもやっぱりちょっとタオルとか大物だと少し乾きにくい時もあるかなって。時間かかると。なんかそういう時はエアコンちょっと強めて早めに乾燥するようにって気をつけたりとかはしてるかな。なるほど。エアコンとか送風の上か、ここにエアコンあるから送風とかすれば間違いなく乾く。そうそんな感じ。逆に普通の大きいのじゃなければエアコン回さなくても乾く。そうだね、乾く。冬だったら間違いなく乾くから乾燥してるから。そうね、夏だとでも夏もやっぱり気温はね、冬よりは高いから、そんな時間かからずに乾くかなって思うけど。冬は乾燥するけど夏は気温自体が冬より高いから、どっちにしてもそんなに大差なく乾く。そうだね、そんな感じがする。あとやっぱあれかな、壁がこのシラスっていう調湿性があるやつだから、これも関係してるのかな。どうなんだろうね。わかんない。あんまり気にしたことがごめんね、なかったかな。どうなんだろう。湿度だけ見てると、漆喰っていう漆喰じゃなくてシラスだからっつって、常に湿度が一定かっていうとそこまでじゃないよね。でもそうだね。の割には洗濯物は乾くってことは、関係なのかなんだろうね。どうなんだろうね。でもそう浴室乾燥がないとなんかずっと乾かなくてじっとり生乾きみたいな、そういう感じは全然ない。使ってないもんね、浴室乾燥は結局。そうだね。本当に大量に洗濯物が出て干しきれないとかがない限りは、基本はこんな感じで干して終わるから。そうだね、ここにね、これとあとたまにねこっち側もちょっとね使って干すぐらいで、足りなければお風呂の中のハンガーっていうか物干し竿みたいなのあるからっていうぐらいか。なんかそうだよね、意外に乾くよね。今小さい子がいるから洗濯の回数も洗濯物増えてるから回数も結構回してるけど、それで足らないってことはないから。確かにそうね、1日何回か3回ぐらいはいける。3回は無理。朝からやればそうだね、いける。午前中に干して乾いて午後もう一回干して、で夕方までには乾いて夜干して、頑張ればそこまでいけるかな。でも夜干すとやっぱりちょっと乾くのに時間かかっちゃうから、できれば朝と午後1時ぐらいで2回。日の方がやっぱ乾きやすい。そんな気はする。そんな気はする。そうなんだ。多少やっぱ気温もやっぱ影響してるんだよね、きっと。じゃないかな。空気はこう綺麗とかよどんでるとか、それは分かんない。分かんないけど、でも今育児メインでやってるから、基本的には家の中にいるけど、でもだからってこう息苦しさを感じるとか、なんかちょっと空気悪いなって思うことは基本的にないと思う。料理の匂いとかも何時間も経ったら大体なくなる。そうだね。っていうか別にね、キッチンがある一度の目のところはやっぱり調理した後とかは匂いはもちろん止まるけど、でもそれが隣の部屋に来たからなんかすごいこっちまで匂ってくるなってことはあんまり感じない。結構自分が気にしてCO2 濃度測ったりとかしてるけど、あれが精度がどこまでのものか分からないけど、やっぱ人が多かったりとかするとやっぱ上がるから、でそれが
っぱ時間経つと下がってきてるっていうのは、まあ、換気がやっぱりちゃんとうんうん、されてるのかね。そうだね、それはあると思う。やっぱりね、子供のおもちゃがいっぱいあるメインの3合目は、ね、機械見てるとやっぱりいるとグググって上がっていくけど、まあでも別の部屋で、まあ、それこそ料理する時にみんなキッチンにいてとかってすると下がってくるし、そんなにこうなんだろう、本当空気が溜まってる、よどんでるなっていう感じは全然ないな。あとあれだよね、本当にね、ちょっと湿度高くなってきちゃったとか、料理とかすごいしてるとキッチンがちょっと少しね、やっぱり他の部屋よりね 2,3 度暑くなることがあって、そういう時に逆に外が涼しい時は窓開けて換気しちゃった方が、ね、換気結構ね風通るよね。通るね。なんだろうね、やっぱ柱っていうか壁が少ないからかな。なんか本当にね、窓2箇所開けるだけで、そんなに、ね、風が吹いてない時もこう気流を感じるっていうかさ、通ってるなって感じはあるから。いわゆる通気、通気がいいよね、やっぱり。そういいね。なんかそうすればね、まあちょっとジメジメした日が続いた時に、やっと、まあ、外が乾燥してきた時には思い切って窓を開けちゃった方が、そうするとね5分10分の本当に湿度もぐっと下がって、一気にね換気できるし。そうだね、やっぱり締め切ってる状態よりは、すごい空気が入れ替わるって感じするよね。ずっと開けっぱなしにしてるとちょっとね砂ぼこりあと虫とかねこの時期だとそうね、そこがねちょっとねあれだけど、まあ自然豊かな映画というか、まあねメリットデメリットはやっぱりあるかなって感じだね。でもまあその窓を開けるとなんていうの、空気が入れ替わるっていう感じはするから、まあ、やっぱ締め切ってると多少はなんだろう、やっぱこもった感じっていうのは、まあ開けた時よりかはね。そう、さっきに全然ないって言ったけど、まあ、比べちゃうとね、やっぱ窓なんか外の空気がちゃんと乾燥してて、雨とかじゃなくて、気温もそんなね暑くない時は逆に開けちゃった方が早いよね、やっぱり。それはやっぱりある。涼しくなるのも、空気が、綺麗なんかね気持ちいい感じになるのもね、比べちゃうと、普通にねずっと家にいるだけだと別に気にならないけど、まあ、そういった開ける、まあ、メリットっていうのはやっぱあるよね。そうだね、やっぱ窓って大事だよね。大事だね、それは思う、この時期とかだと夕方ちょっと涼しくなってきた時とかに窓を開けて、わーって一気に入れ替えるのは、あれは結構やっぱ気持ちいいって感じるから。逆に本当に猛暑日とかじゃなければ夏とかでも、夕方ね涼しくなってきた時に開けちゃえば、通気で涼しく過ごせるかもしれないね。そうだね、エアコンなくても今ちょっと夏に差し掛かってきててさ、ちょっと暑い日が続いてるから、ってちょっと今思っちゃったけど、まあでも本当春秋とか、なんだろう、本当夏の一番暑いピークの時期じゃなければ、過ごせるんじゃないかなと思うよ。そうだね、エアコンなくてもいけなくはないみたいなって思う。逆にね砂ぼこりとか土とか虫とかが入ってきちゃうデメリットあるから、やっぱり一番はねこうエアコンであまり開け閉めしないのが、まあ総合的には一番快適かなって。そうね、入ってきちゃうとお掃除とか大変だから、意外に窓際ね土ぼこりとか、開けてるとねたまるよね。たまるねさすがにやっぱ網戸じゃガードできない。やっぱ水回りだけどさ、お風呂が 1.25 坪かな、ちょっと広めに作ったと思うんだけど、どうですかね。広くてすごい快適だよ。やっぱ子供と一緒に入る時とか、そうだね、スペースはすごいあるから、
ちょっとこう子供を遊ばせて、そのままちょっと自分の体洗ったりとかもできるからいいかな。ただまあちょっと今ね子供がすごい元気な時期だから逆に広くて遊び回れちゃうから、そうそうちょっと大変っていう時もあるけど。まあ確かにね、こう見るとちょっと広めだよね。逆にね掃除は大変かもしれないけどね、広いでまあでもそんなでもないか。そうだね、まあ普通のお風呂とあまり変わらないんじゃないかなって思うけどやっぱその、お風呂広くすると掃除する場所が増えるからみたいな、なんかデモイットで上げてる人とかもいるけど、そこまでじゃないかなって感じ。そうだね。で最近はお風呂に入った時に子供が一緒に、スポンジで床こすのを手伝ってくれたりとかしてるから、なんかそんな風になんだろう、家事の手伝いとかしてくれるっていうところでは、まあ狭いお風呂だとね、なんかもう私やるからとかなっちゃう。そうだね。2人でってなるとちょっと、確かに。で今の時期なんか特にそういうお手伝いとかやりたがる時期だから、まあ一緒にじゃあこっちがお願いねとかって言うとこう危機としてお掃除とか手伝ってくれるから、まあそういうなんだろう、広いなりのメリット、そこをメリットに挙げるのはどうなのかなと思う。いやまあでもね、あるかなと思うよ。そうだよね。そう、ドームハウスがやっぱ丸いからさ、この設計の時もさ、この四角いユニットバスを入れるっていうのがやっぱりスペース結構取っちゃうんじゃないかっていうので、ちょっと悩んでた点でもあるんだけど、そうだった。そうどうしてもやっぱ自分があんまね狭いお風呂苦手で、一番ねこのメーカーの中では一番大きいやつにしたくて、逆にねドームハウスでもこういうのつけれるっていうので、広くしてよかったなっていうとこではあるのかな。そうだね。でほら家族みんなでもお風呂入れたりするから、まあねそうやって入れる期間は短いかもしれないけど、でもやっぱりなんかそういう触れ合いができるっていう点でもいいんじゃないかなって思うよ。大は小を兼ねるじゃないけど、私は広くてよかったと思う。そうよかったです脱衣所もねちょっとねあんま綺麗じゃないけど、まあねそれなりに狭くはないかな。どうですか？広くはない。広くはないよね。でも、だからといってほら洗面所とうちは別になってるから、洗面所に人がいるから脱衣所使えないみたいな昔のなんだろう一軒家あるあるみたいな感じのところはないから、別にこのスペースがあれば十分じゃないかなって思うけど。そうだね、一緒じゃなかったのがやっぱり良かったよね。一緒だとその分狭くなっちゃうし、誰かが入っている時にやっぱね気使っちゃうよね。そうただ個人的なとこだと洗面台が離れてるから化粧水とかがここになくて、お風呂出た時に子供を乾かして、でその後自分がピューンって向こうに行って化粧水つけてとかしなきゃいけないから、こっち持ってこいって話なんだけど、でもこっちにそういった収納とかがあると、よりいいかなって感じでね。そう何もつけなかったからね、棚とかも。じゃあ後付けとかでなんかつけると、こんなに洗濯機の上のとこも空いてるし、あればより便利。使い勝手はすごい良くなると思う。なるほど。これさっき話してた洗面台だけど、やっぱ別のとこにあるってことで、あと2ボールにして、でそこの隣も鏡付きのね収納になってるけど、収納があって、で2ボールでっていうので、脱衣室と違うっていう部分もそうだけど、やっぱ2つにしてよかったなとか、いや2ついらなかったなとかある。今の時点では2つあることのメリットってそんなに大
大きくはないかなって思う。うん、やっぱり使う人が少ないからさ。ああ、そうそう。今の時点ではそんなにね、あってすごい良かったって思うところはそんなにないけど、まあでもやっぱりこうだんだん子供が大きくなってきたりしたら、絶対朝出勤と通学の時間でって勝ち合ったりすると思うから、うん、そういう方があるのも全然ありだと思う。うん、あとはまあここでなんかね手洗いしたものをつけ置きとかねしてる時に1個使っててももう1個空いてるからっていうことはあるよね。あ、そうだね、それはあるね。今なんか特に子供の履き戻しとかね、おむつ漏れとかあるからちょっと片方占領してちょっと染み抜きしたりとかしてることもあるから。うん、で後ろがトイレだよね。そうだね、こっちがトイレで最近買ったロボット掃除機いやー、この子は便利だねちょうどねその丸のとこのこのなんつうの壁のまっすぐなとこと丸のこのとこの勝ち合ったところちょうど三角形みたいなところになってるところちょうどねスペース空いてて、なんか掃除機スペースみたいなね、ダイソンつけたりとかロボット掃除機置いたりとかしてね、まあいいよねこのスペースね。デッドスペースをうまく使ってみたみたいなね。うんうん、そうそう。なんていうの、向こう側から歩いてきた時にもこう洗面所をパッと見た時に、うん、掃除用具があんまり見えない。ああ見えないね。そうだね。そうそうようになってるから、うん、なんだろう、多分意図して作ったスペースっていうよりはできちゃったスペースだと思うんだけど、うん、いい感じに活用できてると思う。そうだね。意外にねこう丸だから、うん、ところどころでねこのまっすぐな壁作っちゃうとちょっとねデッドスペースみたいなところができちゃうけど、うんうん、まあアイディア次第ではうまく逆に活用できるみたいな感じだよね。ね、どうですか、ちょっと洗面台広めですけど、収納とかね正面の収納もその分広くなったかなと思うけど、この鏡のところね。ああ、うんうん、うん、そうだね。今はそこに化粧水とかしまってる感じ。そう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 。でお風呂出てからバタバタバタってこっちに来て、はいはい。ちょっとケアしてって感じ。まあ、鏡がこう3面あって、うん、今じゃあ自分が使ってるのは一番左だけだっけ？そう、ここだけ。ここだけでまあ一応入りきる。そうね、まあそんなにあ、まだないけど、結構スカスカだね。うん、この辺なんかはまだ全然空いてるから。ああ、そうだね。家族まあみんな大きくなってきても、うん、全然まあ入れるスペースは全然あるかな。って感じ。こっちもまだね空いてるよね。こっちはどうかしら。俺自分しか使ってないけど、うん、すっかすかだね多分ね普通よりちょっと大きいかなって感じだよね。多分165とかだったかな、普通のマンションとかだとね半分ぐらいの75センチぐらいだと思うけど、あ、そうだよね、2ホールあるから、1つ分って感じ。収納ってまあ大事だなってとこ、特にうちは女の子がいるから絶対、ね、化粧品とか増えていくから、ここも大事になってくる。そうだよね。意外にドームハウスねこう外から見るとちっちゃく思われがちだけどね、今の一つのドームの中に、ね、トイレもあるし洗面台2つもあるし、でね 1.25 坪のねちょっと広い、お風呂もあるし、トイレも2つあるしね。そうだね、一つキッチンのところにもあるし、で余ったスペースがねこんだけ、まあね、子供の遊び場とピアノが置けて洗濯物を干せてってねちょっと、まあ、上はねロフトになって、今は何これは物置みたいな感じになってるのかな、ロフトは。そうだね、クリスマスツリーとか季節用品、そうそう、ひな人形とか置いてあったりしてるね。はいはい、意外にねこの上の部分もねこれがちょうどお風呂のこの壁の奥がさっき見てたお風呂の上の部分が、まあ、天井が高いからねこういったロフトっていうかちょっとしたね収納スペースみたいなのを作れるみたいな形になってるんだよね。まあ、ここはいずれ子供が大きくなったら秘密基地だよね。まあね、高いとこ好きだよね。好きだね。
とさっきのお風呂、上がお風呂の上がロフトになってると。ちょっとね特殊な形だけど、今ここ勝手口つけたのもね、こう明るくなっていいよねって話であと他になんか使い道としては、あれかな、子供が汚れて帰ってきた時は。そうだね、もうここだったらお風呂に一直線で入れるから、汚れを家の中に持ち込まずに持ち込まずに裏から回って回っつっててきてもらってできるね。ここなんか冬とか寒かったとかってあるかな。ここ西日がちょうど差し込むから、なんていうの、お風呂入るのってやっぱ夕方以降が多いから、なんだろう、熱されてちょっと暖かくなる。逆に暖かい。そうなんだろう、暑いっていうよりは暖かい。冬が。そうそう。私のお母さんがここにね泊まりに来てくれた時に、お風呂場に床暖房が入ってるのかと思ったって言ってて、ってそうね、入ってないんだけど、タイルだもんね。そう、タイルがすごい暖かく感じたんだよねって言われて、それ多分きっと西日で、ね、ちょうど熱されて、もしかしたら暖かくなってたのかもって。だからここから日が取れるっていうところでも、結構メリットがあるんじゃないかな。逆に夏が暑くなるんじゃないですか。でも別に気になったことがない。そうだね。てかお風呂場が暖かい分には別にそんなになんだろう、気にする必要ないのかなって思うけど。あとエアコンがねすぐね近くにそれもあり。壁の裏についてるから、なんかお風呂場が暑い寒いってほぼないよね。ないね。暑くなってすごい困るメリットって全然思いつかない。デメリットって思いつかないんだけど、いや、風呂上がり暑いみたいな。夜かそれは。ないね。いや暑くないんだ。本当に夕方の多分30分1時間ぐらいが多分実はこの温度計が27度とか28度とか多分上がってるんだけど、局所的だから多分分かんないんだよね、みんな。そんな気がする。分かんないし、多分もう日が沈めばもうすぐに冷やされて、そうなの。俺はねこう温度計を追ってるから暑くなってるここって分かるけど、多分普通に暮らしてると全く、本当はねこれねなんかシェードみたいので遮蔽すると多分いいんだろうけど、しなくても大丈夫だったっていうそうだねとこだよね。子供部屋はこうちょっと収納の位置ずらしたりとかしてね、遊ぶスペースを広くした感じだよね。そうだね。結構広いよねこの。広いね。これ全然走り回りじゃん。走り回ってるよね。起きた。おはよう。で寝るのはこっち。まだ眠いね、お昼寝。